皆様こんにちは、セリナです。2023年の秋コスメは各ブランドから新作のアイシャドウパレットがたくさん発売されていますよね。こちらのサブチャンネルでは前回各ブランドのベージュ系アイシャドウパレット比較をご紹介しましたが、他のカラーの比較も気になるというお声をたくさんいただきましたので、今回は新作の中でも特に人気のピンク、パープル系ニュアンスのアイシャドウをこちらのイヴ・サンローラン・ボーテ、クレド・ポー・ボーテ、ジル・スチュアート・ビューティー、そして RM 系の中からそれぞれ比較していきたいと思います。そして今期の新作アイシャドウパレットの中には同じピンク・パープル系ニュアンスの中でも透明感を引き出してくれるような明るめニュアンスと大人っぽさと透明感を両立したような深めニュアンスのカラーがそれぞれ発売されているブランドが多かったので、今回は各ブランドごとに明るめニュアンスと深めニュアンスの2色ずつをそれぞれ比較しながらご紹介していきますので、カラー選びに迷われているという方に少しでも参考になれば嬉しいです。各ブランドのアイシャドウの他のカラーや1色ずつの単色塗りなどの詳細はメインチャンネルで動画をアップしておりますので、もっと詳しく知りたいという方はぜひメインチャンネルもチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずは各アイシャドウパレットの特徴について簡単にご紹介していきたいと思います。まずこちら、イヴ・サンローラン・ボーテのクチュールミニクラッチは高発色のマットカラーと大粒のラメカラーの両方を楽しめるパレットです。こんな感じでカラーも鮮やかで高発色なタイプなので、しっかりとアイメイクを楽しみたい方、目元に立体感を出したい方、そしてラメ好きの方に特におすすめです。続いてクレド・ポー・ボーテのオンブルクルールクワドリはスキンケア発想のしっとり質感で上品なパールのツヤを楽しめるアイシャドウパレット。こちらのアイシャドウパレットは全てのカラーでこの左下がクリームタイプのプライマーとなっていて、それ以外の3色はパウダー質感という構成になっています。パウダータイプもこのクリームプライマーと同じくらいしっとりとしていてまぶたに馴染むので、カラーメイクも上品に仕上げたい方、強いラメというよりもツヤを楽しみたい方、オフィスメイクの際などにもおすすめのパレットです。続いてこちら、ジル・スチュアート・ビューティーのブルームクチューライズ・ジュエルド・ブーケは高発色なのにふんわり感、ツヤ感、大粒ラメの全ての質感を楽しめるパレット。いろいろな質感が一つのパレットで楽しめるので、シーンによって使い分けをしたい方はもちろん、ラメがかなり大粒なタイプなので、こちらもラメ好きの方に特におすすめです。そして最後、RM 系のシンクロマティックアイシャドウパレットです。こちらは全体的にソフトマットな質感のアイシャドウで、こんな感じのラメのカラーにもベースにソフトマットな質感を感じるので、ギラギラしすぎずに日常使いもしたいという方におすすめです。全体的にくすみ系のカラーが揃っているので、くすみ系ニュアンスがお好きな方にもおすすめです。各ブランドの新作アイシャドウパレットにはカラーももちろんですが、質感にも様々な特徴があったので、ぜひこの質感にも注目して選んでみてください。それでは早速、イヴ・サンローラン・ボーテ、クレド・ポー・ボーテ、ジル・スチュアート・ビューティー、そして RM 系の中からピンク、パープル系の7色をそれぞれメイクルックを作りながらカラーのご紹介をしていきたいと思います。どのブランドでも特に人気のこちらのピンク、パープル系は柔らかい透明感が出る明るめのカラーと大人っぽさと透明感を両立している深めカラー、この2パターンが各ブランドから発売されていることが多くて、一つのブランドの中でも明るめニュアンスと深めニュアンスどちらにしようか迷っているというコメントも多くいただいていたので、今回は同じブランドの中で明るめニュアンスのカラーと深みニュアンスのカラーをそれぞれ左右に塗って比較していきたいと思います。まず
ずはイヴ・サンローランボーテです。イヴ・サンローランボーテの明るめニュアンスカラーは500番、深めニュアンスカラーは400番です。まずこちら側に明るめニュアンスの500番を塗っていきたいと思います。クチュールミニクラッチナンバー500はホワイトとシルバーのラメがアクセントの青みと温かみのバランスが取れたローズピンク系のパレットです。上の2色は透け感が残る明るめニュアンスのラメカラーで、下の2色はまぶたの上にのせると意外と青みには寄りすぎていなくてバランスの取れたピンクニュアンスといった感じの構成です。まず右上のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。500番のラメカラーはパレットで見るともう少しベースにカラーがしっかりとつくのかなという風に見えますが、まぶたの上にのせるとこんな感じで素肌の透け感が残るようなベースにシルバーやピンクなどの透明感をぐんとアップさせてくれるような明るめの大粒ラメがキラキラと輝くので、パレットの見た目よりも実際にまぶたの上にのせてみると暗くなりすぎずにちゃんと明るさを残してくれるような印象に仕上がります。続いて右下のカラーをディオールのバックステージアイシャドウブラシ S に取って上まぶたのまつげの際から目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。こちらのカラーはパレットで見るともう少し青みが強いピンク系に発色するのかなという印象ですが、まぶたの上にのせてみると意外とこんな感じで青みによる透明感も感じられますが、そこまで白っぽくならないのと程よく温かみのニュアンスも感じられるので、柔らかさと透明感を両立してくれているようなとても絶妙なカラーです。重ねてもこんな感じで暗くなりすぎないので、明るいピンク系が好きという方にとてもおすすめです。続いて左下のカラーをブラシに取って上まぶたの目尻3分の1に指名色としてのせていきます。こちらはピンクパープルといった感じのカラーなので、このカラーをしっかりと発色させることで、こちらの500番の柔らかいピンクカラーの中にもパープルのニュアンスをしっかりと出すことができます。こちらのカラーがこのパレットの中で一番深みを感じるタイプですが、それでも暗く沈みすぎないところが使いやすいポイントです。最後に左上のカラーをブラシに取って下まぶた全体にのせた後、そのまま指に戻って上まぶたの黒目の中心にものせていきます。こちらにはシルバーと明るいピンクのラメが効いているので、上から重ねることでより透明感をアップさせることができます。はい、まずはこんな感じでこちら側半分にイヴ・サンローランボーテの明るめニュアンスカラーナンバー500全色を使ってメイクしてみました。ナンバー500はベースと最後に上にポイントとして重ねたラメのカラーに透け感が残るような仕上がりで、ラメ自体もシルバーや明るめのピンクが効いているというのと、下2段のしっかりと発色するタイプも白っぽくなりすぎずに陰影はつけてくれますが、そこまで深みニュアンスが強すぎないということで、全色組み合わせてメイクしてみてもこんな感じで暗くなりすぎない明るめのパープルピンクといった感じの印象に仕上がります。そしてミディアムカラーとして使ったピンクのカラーが青みのニュアンスも感じますが、程よく温かみも感じられるようなふんわりとしたカラーな分、組み合わせ方次第ではパーソナルカラー問わず使いやすいようなパープルニュアンスも感じられるピンク系パレットだなという印象です。イヴ・サンローランらしい大人っぽさは出ているのに、可愛らしい印象も残してくれるところがとても可愛いですよね。ではこの状態で反対側には深めニュアンスのナンバー400を使ってメイクを仕上げていきます。クチュールミニクラッチナンバー400はシルバーラメがアクセントのピンクパープルパレット。ラメカラーが多い構成なので、
一見明るめのカラーに見えますが、このラメのカラーにもベースがしっかりと発色して深みがあったり、特に下の2色が高発色なタイプなので、組み合わせることで深みが出るような仕上がりです。まず左上のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。こちらは一見明るめのピンク系ラメカラーに見えますが、まぶたの上にのせてみるとこんな感じで、反対側に塗っている500番のラメカラーよりもベースにくすみニュアンスを感じることができます。明るいラメカラーだとまぶたから浮いてしまう感じが気になるという方にも使いやすいです。続いて右下のカラーをブラシに取って、まぶたのまつげの際から目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。こちらのパレットも見た目だとナンバー500のミディアムカラーと同じくらいの柔らかさに見えますが、まぶたの上にのせてみるとパープルのニュアンスが強く、くすみ感をよりしっかりと感じられるような発色になります。落ち着いたピンクパープル系を楽しみたいという方におすすめのカラーです。2色目の時点で全色組み合わせている500番のパレットと同じくらいの深みが出てきたと思います。続いて左下のカラーをブラシに取って目尻3分の1に締め色として塗っていきます。こちらも高発色な深みパープルカラーなので、さらにパープルニュアンスと深みを全体的に出してくれます。やはり400番は全体的にくすみニュアンスが強いところが可愛いですよね。最後に右上のカラーをブラシに取って下まぶた全体に入れた後、そのまま指にも取って上まぶたの黒目の中心にものせていきます。このカラーがよりしっかりパープルニュアンスと深みを与えてくれます。はい、こちら側半分には深みニュアンスの400番全色を使ってメイクしてみました。こちらのパレットは締め色に使ったカラーや最後にアクセントとして上下のまぶたにのせたカラーにしっかりとパープルと深みのニュアンスを感じられるようなカラーなので、全色重ねることでクールさと色っぽさを兼ね備えたパープル系の目元に仕上げることができます。ただミディアムカラーとして使ったくすみニュアンスの強いピンクカラーが程よく目元をまとめてくれているので、そこまで派手すぎる印象にならないところも使いやすいポイントです。そして明るめニュアンスの500番と深みニュアンスの400番、それぞれだいたい同じようなイメージになるようにメイクルックを仕上げてみましたが、比較をしてみるとこんな感じの違いで、まず明るめニュアンスの500番は全色組み合わせても全体的にくすみ感はあまり感じないような明るくてふんわりとしたようなイメージのカラーが揃っているパレットだったので、全色組み合わせてもこんな感じで程よくまぶたに陰影はついてくれますが、暗くなりすぎずに透明感をしっかりと感じられるような仕上がり。対して深みニュアンスの400番はラメのカラーにもベースに深みのあるカラーがついていたり、マット系のカラーはかなり高発色なタイプだったりと、こちらは全体的に深みが出るようなカラーで構成されていました。可愛らしい印象の中に少し青みのニュアンスも感じるようなピンクで透明感を出しつつ明るい印象に仕上げたいという方は500番がおすすめ。さらにしっかりとパープルニュアンスを楽しみたいという方や深みを出したいという方は400番がおすすめです。どちらもとても可愛いですよね。引きで見るとこんな感じです。続いてはクレド工房でのモンブルクルールクワドリです。まず明るめニュアンスはこちら9番のピンクコーラルシェルです。こちらは上品なツヤとラメで明るいピンクニュアンスが楽しめるパレット。左下のクリームタイプのプライマーは各パレットごとにカラーが違いますが、
ちらはベビーピンクのカラーなので透明感を引き出してくれるようなタイプです。メインのピンクカラーは明るく、さらにシルバーのラメも効いているので透明感がアップします。締め色もパープルブラウンなので程よくまとめてくれるのもポイントです。ではまずプライマーを指に取ってアイホール全体に塗っていきます。こんな感じのクリームタイプのベースですが、なじませていくとすぐにまぶたの上でサラサラに仕上がるのでとても使いやすい質感です。続いて左上のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。こちらのピンクのカラーはこんな感じでパレットで見た通りの発色でかなり明るいニュアンスに仕上がります。そして全体的にラメというよりもパールによる艶めきを感じる質感が多いクレドポーボーテのモンブルクルールカードリですが、こちらのカラーにはパールによる艶の他にもシルバーのラメも効いているので、さらに透明感を引き出してくれます。続いて右下のカラーをディオールのバックステージアイシャドウブラシ S に取って上まぶたの目尻3分の1に塗っていきます。このパレットの中で一番深みのある締め色ですが、こちらはパープルブラウンという感じの発色なので、このピンクの柔らかい雰囲気を壊さずにまぶたを引き締めてくれます。全体的に粉質も軽いので締め色もなじませやすいところもポイントです。最後に右上のカラーをブラシに取って下まぶた全体にのせていきます。こちらはパレットだとグレイッシュなカラーに見えますが、まぶたの上にのせてみるとこんな感じで少しだけくすみ要素も感じるようなピンク系のカラーに発色するので、こちらのカラーもしっかりと発色させても暗くなりすぎないです。はい、まずはこんな感じでこちら側にクレドポーボーテの明るめニュアンス9番のピンクコーラルシェル全色を使ってメイクしてみました。こちらのパレットはピンクとパープルのカラーで構成されているので、今回はパープルの要素もしっかりと感じられるようなメイクに仕上げてみました。やはりこちらのパレットは全体にしっかりと発色させたピンクカラーが特徴的で、上品なラメ感がとてもアクセントになっています。このシルバーのラメとモンブルクルールクアドリの肌に馴染むような質感が相まって明るい透明感を残したニュアンスに仕上がっています。下まぶたに使ったカラーをメインに持ってくるともう少しピンクのニュアンスが強まるので、一つのパレットでピンク要素とパープル要素どちらもしっかりと楽しめるようなパレットです。ではこの状態で反対側にはこちら深みニュアンスの6番キャビアパールを塗っていきます。こちらは鮮やかなパープルがしっかり楽しめるのに肌から浮かない計算された大人のパープルパレットです。6番のプライマーは先ほどの9番とは対照的に程よく影がつくような仕上がりになっています。そしてメインのパープルカラーは鮮やかな上にブルーのパールも効いている一見難しそうな色出しですが、しっとりと肌に馴染む粉質のおかげで肌から浮かないのがポイントです。全体的にくすみ系のカラーで構成されているので肌なじみもいいのに深みも楽しめます。まずはプライマーを指に取って目ホール全体に塗っていきます。こちらのプライマーはこんな感じで反対に塗っている9番とは対照的にほんのりと陰影がついているのがわかるかなと思います。モンブルクルールカードリは一つずつのパレットでプライマーのカラーや質感が違うところもとてもいいですよね。続いて左上のカラーを指に取って上まぶたの目の際から目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。こんな感じでまぶたの上でもしっかりとカラーは楽しめますが、肌に溶け込むような質感のおかげで鮮やかなパープルカラーなのに全然まぶたから浮かないですよね。このパープルのカラーは
個人的にもとても絶妙で可愛いなと思うお気に入りカラーです。続いて右下のカラーをブラシに取って上まぶたの目尻3分の1にシメールとして塗っていきます。シメールもとてもグレイッシュなカラーなのでより深みが効いていきます。やはりこちらは全体的に深みニュアンスが強い構成ですよね。最後に右上のカラーをブラシに取って下まぶた全体にのせていきます。こちらのカラーがパレットの中で一番ツヤやラメを楽しめるカラーですが、ベースにもしっかりと深みが効いています。はい、こんな感じでこちら側にはクレド工房店の深みニュアンス6番のキャビアパールを全色使ってメイクしてみました。やはりキャビアパールはメインカラーとなるパープルがとても特徴的で、鮮やかで深みのある発色なのに単色で塗っても肌から浮かないのはもちろん、今回シメールとして使ったカラーもグレイッシュさを感じられるような深みカラーだったので、こちらのパープルとの相性も良く、さらに目元を引き締めてくれています。そして下まぶたに使ったカラーにもしっかりとパールやラメを感じられるのに、ベースに深みが効いているのとプライマー自体にも程よい陰影感がつくということで、こちらの6番のカラーは4色ともしっかりと深みを出してくれるような構成でした。明るめニュアンスの9番と深みニュアンスの6番、それぞれ比較してみるとこんな感じの違いです。今回明るめニュアンスの9番をなるべくパープル寄りの印象になるように仕上げてみたので、カラーのニュアンス自体はとてもよく似ているかなという印象ですが、やはり9番は全体的に明るさと透明感が出るような仕上がりなのに対して、6番はしっかりと深みを感じられるクールで上品なパープル系という印象でした。組み合わせ次第でピンクニュアンスもパープルニュアンスも楽しみたいという方や、あまり濃くはなりすぎたくないけれど自然に陰影感とカラーメイク感も欲しいという方は9番がおすすめ。しっかりと発色するパープルや全体的に深みのニュアンスのカラーが好きという方は6番がおすすめです。同じシリーズのアイシャドウパレットでもカラーによってどのくらい発色が違うというところもすごく面白いですよね。引きで見るとこんな感じです。続いてはジルスチャートビューティーです。まずは明るめニュアンスの02番ビオラアメジストです。こちらは青みが効いている明るめパープルとピンクとパープルのローズブラメに加えてブルーやグリーンのラメで透明感をさらにアップさせてくれるようなパレットです。ベースとして使用するのにおすすめというこちらの左端のカラーにもラメが効いていたり、全色を重ねてもくすみにくいのもポイントです。まずは左の B のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。ジルスチャートのブルームクチュールアイスジュエルドブーケタイプは、こちらの左端の B のカラーがスーレブライトカラーという名前で、こちらは先ほどのクレドポーボーテのプライマーのようにクリームタイプというわけではないですが、しっとりとしたパウダータイプでベースとして塗るのにおすすめという質感です。ベースのカラーからこんな感じでしっかりとラメがきらめきます。続いて C のカラーを指に取って先ほど塗ったベースの上に重ねていきます。こちらのカラーは今回ご紹介しているパープル系ニュアンスアイシャドウの中でも珍しいブルーニュアンスのパープルカラーです。ただ発色はこんな感じでとても柔らかいので派手になりすぎることがなく、しっかりとまぶたの上に透明感を出してくれます。柔らかいカラーでものすごく可愛いですよね。続いて E のカラーをディオールのバックステージアイシャドウブラシ S に取って上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。こちらもパープルのニュアンスを感じるようなくすみ系のシメ色です。
ちらのカラーはしっかりと発色もしますが、程よいパール感が効いていたりと重くなりすぎないカラーです。続いて D のカラーをブラシに取って下まぶた全体に塗っていきます。メインに使ったパープルカラーとは対照的に、こちらはピンク寄りのパープル系カラーです。どのカラーをメインに持ってくるかで、ピンク系とブルー系、どちらのパープルカラーのイメージにも仕上げることができるところも嬉しいポイントですよね。最後に A のカラーを指に取って黒目の中心にのせていきます。ジルスチャートのアイシャドウはこの大粒のラメがアクセントになっています。はい、ジルスチャートビューティーのブルームクチュールアイズジュエルドブーケ。まずは明るめニュアンスの02番ビオラメジストをこちら側半分に全色使ってメイクしてみました。今回はご紹介している中でも珍しいブルー寄りのパープルカラーをメインに使ってみたので、少し涼しげな印象も出るような柔らかいパープルニュアンスのメイクに仕上がったかなと思います。こちらのアイシャドウは全体的に発色もしっかりと楽しめるようなタイプですが、02番はどのカラーもとても柔らかいニュアンスなので、全色を重ねてもそれぞれのカラーの透明感がしっかりと生きていると思います。このブルー寄りのパープルカラーがジルスチャートらしくてものすごく可愛いです。ではこの状態のまま反対側には深みニュアンスの04番、こちらのカランディーバガーネットを使ってメイクしていきます。04番のカランディーバガーネットはポロのようなしっかりとしたラメとグレイッシュなくすみカラーがポイントのパープルパレットです。ミディアムカラーにも深みがあり、締め色はグレイッシュカラーといったしっかりと深みニュアンスを楽しめるパレットです。ポロのような大粒のラメで大人っぽさと儚さを両立してくれます。ではまず B のスフレブライトカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。こちらはパールのツヤというよりもラメがしっかりと効いているようなベースカラーです。シルバーのラメがアクセントになっていて、この時点でも透明感を引き出してくれています。続いて C のカラーを指に取って先ほどのせたベースのカラーの上に重ねていきます。こちらはかなり深みを感じるパープルカラーですね。反対側に塗っている02番ほどブルーニュアンスは強くないですが、こちらもどちらかというとブルー寄りの深みパープルといった発色です。このカラーを塗るだけでも一気に大人っぽくなりますよね。続いて D のカラーをブラシに取って上まぶたの目尻3分の1に締め色として塗っていきます。全体的に発色がしっかりとしているこちらのアイシャドウですが、このカラーは特に発色を楽しめます。レッドパープルといった感じの発色で色っぽさも演出してくれます。続いて E のカラーをブラシに取って下まぶた全体にのせていきます。こちらのグレイッシュなカラーは今までに使っている2色よりも発色はナチュラルですが、こんな感じでくすみのニュアンスをプラスしてくれるような絶妙なニュアンスカラーです。最後に A のカラーを指に取って黒目の中心にのせていきます。しっかりとした大粒のラメが楽しめるこちらの A のカラーですが、04番のパレットは特にラメが大粒で、こんな感じでフォロのようなしっかりとしたブルーのラメが効いています。限定カラーではなく既存カラーでこのくらいの大粒ラメが楽しめるパレットもなかなか珍しいですよね。はい、こちら側には深みニュアンスの04番カランディーバガーネット全色を使ったメイクが完成しました。こちらのパレットは下まぶたに塗ったグレイッシュなカラー以外にも全体的に深みのニュアンスが効いているカラーで構成されていますよね。
単色塗りでもアイメイクが完成するくらいしっかりと発色と陰影感をつけてくれているようなカラーばかりなので、組み合わせるとしっかりとカラーと陰影感を楽しむことができます。そして最後に重ねたポロのような大粒ラメにブルーやピンクなどの明るいラメ感を感じるので、ベースのカラーは全体的に深みが増していますが、このラメの効果で程よく明るさやアクセントを与えてくれています。明るめニュアンスの02番と深みニュアンスの04番、それぞれ比較してみるとこんな感じの違いです。どちらもどちらかというと少しブルーのニュアンスが効いているようなパープル系ですが、02番の方がよりしっかりとブルーニュアンスを感じられるのと、全体的に柔らかくて明るい発色のカラーが揃っているので、より透明感と涼しげな印象も感じられるようなふんわり感を楽しみたい方におすすめ。反対の04番はくすみニュアンスや深みといった大人っぽさと透明感を両立してくれるような仕上がりでした。どちらも引きで見るとこんな感じです。それでは最後、RMK のシンクロマティックアイシャドウパレットです。RMK はパープルピンク系のニュアンスはこちらの1色のみでしたので、こちらの04番のオールハートをご紹介していきます。オールハートはくすみニュアンスのセピアピンクパレット。名前の通りのセピア感で大人のくすみ感と深みを演出してくれます。パープルニュアンスのブラウンにシルバーのラメがアクセントになっていて、同系色でまとまっているので、今回ご紹介した中でも特に失敗しにくいパレットなんじゃないかなと思います。それではまず左上のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。1色目のこちらのカラーはパレットで見ると少しくすみ感も感じるようなイメージでしたが、まぶたの上にのせてみるとこんな感じで少しだけくすみニュアンスはつきますが、そこまで暗くなりすぎないような仕上がりです。RMK もしっとりとしていて肌に馴染むような粉質がとても使いやすいです。続いて右上のカラーをディオールのバックステージアイシャドウブラシ S に取って、まぶたのまつげの際から目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。こちらはこんな感じのブラウンのベースにパープルやバーガンディのニュアンスが効いたようなカラーで、そこまでカラーメイクっぽい印象に仕上がらないところもとても使いやすいポイントだなと思っています。続いて左下のカラーをブラシに取ってまぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。こちらはふんわりとしたソフトマットのベースに上から微細なラメが輝くようなカラーなので、しっかりとカラーも塗りつつラメも楽しめるといった RMK のパレット独特な質感です。最後に右下のカラーをブラシに取って下まぶた全体にのせた後、そのまま指にも取って上まぶたの黒目の中心にものせていきます。はい、こんな感じで RMK の深みニュアンス04番のオールハート全色を使ったメイクが完成しました。やはりこちらのアイシャドウパレットは全体的にくすみ感が効いているようなカラーで構成されていたので、全色を組み合わせるとこんな感じでかなりくすみ感が効いた大人っぽいパープルブラウン系に仕上がったと思います。ただ粉質自体がとても馴染みがいいタイプなので、カラーはしっかりと発色して深みは出てくれますが、グラデーションもとても自然に馴染みやすいのと、ラメカラーもベースはマット質感で、その上に微細なラメを楽しめるといった仕上がりなので、そこまで派手になりすぎないところも使いやすいポイントです。内側からじゅわっとにじみ出るような深みパープル系のメイクにしたいという時におすすめです。引きで見るとこんな感じです。
てはこんな感じで、イヴ・サンローランボーテ、クレドポーボーテ、ジルスチャートビューティー、そして RMK の新作アイシャドウの中でピンクパープル系のカラーを明るめニュアンスとくすみニュアンスにそれぞれ分けながらご紹介していきました。多くのブランドで明るめニュアンスとくすみニュアンスどちらも楽しめるようなカラーが発売されていましたが、同じ質感なのに発色の違いなどもしっかりと楽しめたところがとてもいいなと思いました。今の季節には軽やかな透明感が出る明るめニュアンス、これから涼しくなってきた時期には深みを足してくれるような深めニュアンスなど、季節によって使い分けるのも良さそうでしたよね。少しでもカラー選びの参考になれば嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。